光秀は生きていた。どうする家康に学ぶ日本史。家康は共謀して信長を殺そうとした。明智光秀は定説では本能寺の変で織田信長を倒した後、山崎の合戦で羽柴秀吉に敗れ、逃げる途中に討ち取られたと言われてきた。ところが近年では光秀は徳川家康と共謀して信長を倒し、秀吉に敗れた後も家康の側近天海宗養として生き延びたとする説が再び注目されている。光秀家康共謀説と光秀天海宗養説について詳しく見ていこう。織田信長は武田勝頼を天目山で自害させると、活躍した家康と武田方を裏切った穴山梅雪を安土城に招いて歓待している。この共応役には明智光秀が任命されたが、通説では光秀が失態を犯したために信長に折檻されて役を外され、中国攻めの秀吉の後詰めを信長に言い渡された。これを恨んだ光秀が本能寺を襲い信長を討ち取ったというのが定説になっていた。これらの定説の多くが羽柴秀吉が側近に1582年天正10年に書かせた是東大事記に基づいているのである。是東大事記は秀吉が信長の敵を討ったと自慢して天下を横取りするために側近の乙木衆に書かせた信憑性の低い資料である。そのため本能寺の変には長年にわたって信長にいじめられた腹いせに謀反を起こした光秀を秀吉が中国大返しで見事討ち果たしたというストーリーが後世には定着した。しかし他の多くの資料には光秀が接待役でミスをしたであるとか、秀吉が中国大返しで光秀を討ったという記述はない。また宣教師フロイスの日本史には、信長はフロイスに日本統一後は中国の民に攻め入る計画を語ったと記録されている。信長は中央集権国家を目指しており、織田一族による独裁体制を引き、一族が全ての権力を握る体制を確立しようとしていた。つまり天下布武が達成された暁には、織田一族を脅かすような勢力、武将は全て消される運命にあった。長年宿老として活躍した佐久間信盛を信長は突然追放し、林秀貞と美濃三人衆の一人である安藤盛成とその子直盛、さらに丹羽氏勝を次々と追放している。本能寺の変の前、織田家臣団内には、次は自分が追放されるのではと光秀をはじめ秀吉やこの時すでに主従関係を結んでいた徳川家康までが疑心暗鬼に陥っていた。つまり信長がいなくなればよいと考えていたのは光秀だけではなく、秀吉や家康など有力な織田家臣たちは皆考えていたのである。光秀と秀吉、そして家康が信長をどうするかについて密談するのはごく自然であった。さらにこの時、もしかすると信長は光秀に命じて家康を安土城で毒殺するよう命じたのかもしれない。しかし光秀はそのことを事前に家康に知らせた。そして光秀、家康、秀吉が信長暗殺計画を立てたが、
殺害後は3人で日本を3分割することも話し合われた。家康が東日本、秀吉が西日本、そして光秀が近畿である。では、信長が安土城で光秀を叱責したとされるのはなぜであろうか。これは光秀が強王役で失態を犯したからではなく、家康を毒殺しなかったからである。また、ある説によれば、本能寺で家康を殺害しようとしたのは信長本人で、信長が光秀に命じたとされている。信長は家康を茶会があるからと堺から本能寺に呼び寄せて、自分は本能寺を離れ、家康を光秀に殺させようとした。現実に本能寺の変の当日、家康は堺から信長のいる京都の本能寺へと向かっている。ところが光秀は信長の計画を逆手にとって時間を早め、家康が来るまでに信長を討ち取ったのである。ここまでは3人が計画した通りに事が進んだ。ところが前もって準備していた秀吉が裏切って、わずか10日で都に駆けつけて光秀を山崎の合戦で打ち破った。ただし京都の大古で討ち取られたとする光秀の子宮は顔の皮が剥がされ、本人確認はできなかった。つまり光秀とは別人で影武者であった可能性が高いのである。明智光秀の首塚と言われるものは各地に数多く存在するが、それだけ光秀の生死には謎が多いという証拠である。また家康は帰国に際して苦労したとされているが、実際の伊賀越えは家康一行は伊賀の者百数十人に守られながらの安全な行軍であったという。家康は帰国後に直ちに光秀を助けるために出陣して京都へ向かった。光秀は秀吉に山崎の合戦で敗れたために、家康はこの時に逃れてきた光秀を保護したと考えられる。一族家臣すべてを失って天涯孤独となった55歳の光秀は、その後出家して天台宗天海と名を改めた。天海という名前は天涯孤独となった光秀の心境を表しているように思われてならない。ではなぜ光秀が天海と同一人物であると言われるのにはいくつもの理由がある。まず天海の前半生が謎に満ちているのである。また光秀と天海は同い年だと言われている。さらに天海の死後、つまり妃人や皇徳の人に死を送る名前は次元であるが、光秀の居城近い寺が次元寺である。この次元寺には今も光秀の墨塗りの黒座像が安置されている。家康は1607年慶長12年に初めて天海と会ったとされているが、すぐに傾倒して我が師と崇めたというのもなぜか不自然で作り話のように思えるのである。そして以後、家康は天海僧正に事あるごとに助言を求めたという。特に関ヶ原の合戦の後、豊臣家の処遇をどうするかが問題となった。ところが天海僧正は豊臣家を根絶やしにせよと忠告し、家康は素直に実行している。家康の死後、天海は
日光東照宮を建立して家康を神格化して徳川幕府の基礎づくりに貢献している。また天海は東照宮にたたりを恐れて家康と共に織田信長と豊臣秀吉を祀ることも忘れてはいない。そして東照宮には明智氏の門である桔梗門が各所に施されていることは有名である。さらに天海は東照宮の近辺を明智平と名付けて今は亡き一族や家臣たちを偲んだと言われている。また三代将軍徳川家光の乳母には光秀の重臣であった斎藤利光の娘斎藤福後の春日局が採用されている。家光は本当は家康と斎藤福の子供だという説もある。それはともかく天海僧正は家康、秀忠、家光の三代の将軍に仕え1643年寛永20年108歳で大往生を遂げている。天海僧正が明智光秀本人であった確証はまだ発見されてはいないのだが、光秀にゆえんの深い人物であったことだけは間違いない。